こんにちは、こんばんは、イノポンです。今回のお話は、ボックスライナー強化編をお話しする前に、ボックスライナーの説明が難しすぎるとのコメントをいただきましてありがとうございます。使用説明書も欲しいということなので、使用説明のお話もさせていただきます。いつもよく言われるのですが、イノポンは主語述語の使い方が良くなく、理解できんのよって言われることがあります。もっと国語が好きなら、もっと良い日本語を使い、皆さんが理解できる日本語を選べることができるのに、勉強不足で申し訳ありません。知っているような英語はダメですね。反省してます。すいませんでした。よくわかるアナウンサーさん、よろしくお願いします。1、ボックスライナー部品の説明をします。上から見た図です。左からチョークッションレール、ティッシュボックス、切り取ってないシャフト、切り取ったシャフト左、通常の9、切り取ったシャフト右、になります。2、レールは直線、ティッシュボックスも直線、削ってない9はないですが、あると仮定すれば、3つはすべて直線です。もし、削ってない9があったとします。その直線を沿わせて前後すれば、平行線に沿って走りますよね。3、通常の9は、テーパー、斜面があるので、シャフトをそのままつけると、9は直線ではなく、赤線通り、左方面に走ります。これでは、関節の向きがわからないので、この削られた9先骨の部分を、元の太さになるように、紙、ペーパーで補強すれば、まっすぐになるのです。9は、図の動きになり、レールに対して平行に動くのです。では、同じ太さにするために、9の骨の口径と、テッシュボックスの 23cm 部分、口径を、ノギスで測ります。今回は例として、骨の部分は 1.1cm、23cm の部分は 1.2cm です。骨の部分が 0.1cm、小さいので、そこをセロテープと紙で補強します。セロテープ幅に切った A4 コピー紙を使います。0.1cm 近く巻いたら、セロテープ1周イコール 0.1mm、厚み分を引いてつければ完成です。それを自分がストロークする角度に、9先をテッシュボックスにつければ、完成です。チョークッションレールにボックスライナーを沿わせて振れば、自分が思っている9出しはどっちに向いているか、わかるのです。使い方については、後ほどお話しします。ボックスライナー強化編をお話しします。関節の向きを探るために作ったものですが、あまり丈夫には作ってはいなかったのですが、熱心なお客様がボックスライナーで、練習をしたいとの声がありまして、力を入れてレールに沿わせて、やっていると、球が当たっているテッシュボックスの部分が、へこんでいるとのコメントをいただいたので、強化をしたいと思います。すいませんが、100均でプラスチック粘着ボンドと、下敷き A4 版透明、厚みは、ノギスで測ったところ、0.6mm 以上のもの、しっかりした下敷きって感じです。おご利用ください。テッシュボックス。刺し。油性マジック。ハサミがいります。注意。私は、ビリヤード台の上で実演していますが、決してしないでください。もし、ラシャにボンドが落ちたら大変です。今の時期は、ボンドも膨張していて、新品を開けた場合にすぐ出るので、気をつけてください。それを両面に貼る必要はないので、球をセロテープで装着する。片面のみでお願いします。では製作していきます。ボンドを箱から開けて準備をします。まだ開けないでください。箱から出すだけです。下敷きを袋から出します。使う製品によって寸法が違うかもしれないので、念のため、テッシュボックスの幅をきちんと測り直します。ここで使用しているテッシュボックスの幅は
縦 4.35cm、横幅は 23cm なので、少しだけ小さくしたいので、2mm 小さくしますので、縦は 4.15cm、横幅は 22.8cm。油性マジックで印をつけます。ここでハサミで切る方は、下まで線を引いてください。すいません。私は、ペーパーカッターでやります。今、切ったその形にした。下敷きを接着ボンドで、テッシュボックスに貼り付ければ良いわけです。今切ったいらない下敷きの部分で、テッシュボックスの側面の方に、刷毛代わりにしてボンドを伸ばして、塗っていきます。これなら手も汚れないでいけます。できるだけきれいに、隅の方までボンドを塗ってください。注意。下敷きの方にはボンドは塗らないでください。塗りにくい。手にボンドが付着し、汚れるからです。今の時期ですが、30分ほど放置して乾けば完成です。これで強化はできたので、プラスチックのボンドが乾いたので、反対側の強化もしておきます。手順は、厚さ 0.05mm の厚紙を先ほどと同じサイズでマークしてカットします。はじめに一応サイズを間違わないように寸法を測り直します。2mm 小さくしますので、縦は 4.15cm、横幅は 22.8cm です。では、厚紙に縦 4.15、横は 22.8 です。切り取るための線を引きます。引けましたら、ハサミで切るのですが、すいません。私はペーパーカッターを使って楽ちんしようと思います。ここは慎重にセットして、関西弁で、よいショット、ナイスショット、切れましたので、ペーパーカッターを箸に直しておきます。では、ボックス側にボンドを塗っていきます。決して紙の方には塗らないでください。手が汚れる可能性が出るので。では、先ほどの余ったプラスチックを、先ほどと同じように、刷毛代わりにして塗っていきます。ここは慎重に垂れないように、たっぷりボンドを絞って塗ります。塗り忘れがないように、していきます。では、余った刷毛を使ってゆっくり伸ばしていきます。箸の方までしっかり伸ばしていきます。私はたっぷり目に塗りました。全面濡れたようなので、では接着します。こんな感じですね。乾けば OK です。以前に比べコスパはさらに向上しました。自分の関節がもっと知ることができます。出来上がりです。強化もでき、クオリティも高くなったので、ここでお願いがあります。ここまでのお話がためになったという方はチャンネル登録、いいね。よろしくお願いいたします。ボックスライナーの使用方法です。まずは、小子球を使うことから始まります。なぜ使わないといけないのかと言いますと、弾に当たる時の衝撃を支えるのが小子球の役目に大きく関わっているからなのです。いかに上手に使うかで、弾の入れにも大きな違いが出てきますので、ここが大事なポイントです。小子球をよく使う運動ですが、例に例えるとトンカチです。画像で見てください。トンカチはグーで叩きますよね。その時に衝撃を支えるのが、小子球になります。小子球が支点になっています。では、持つところを、小子球を使わず、叩くと、中指支点に変わり、トンカチが安定せず、うまく振れないのです。パワーも落ちるのは見てても、わかると思います。腕力がある方なら、何でもこなせていくと思いますが、イノポンは、平凡な人ですので、小子球を使ってトンカチを振ります。球をさばく時にもいっぱい、使っているのです。では、ボックスライナーのセットをしていきます。可動範囲は
35cm くらいです。ストローク 25cm、フォロースルー 10cm になります。1ポイントの幅が 31.5cm なので、少し出したぐらいが目安になります。イノポンは、右目が利き目、腕も右利きなので、ボックスライナーの球の直線上に、右足の中心軸が来るようにフォームします。フォームは右足軸なので、左足は肩幅開いて、半歩前に出て、超クッションレールの1ポイント目を狙うように構えた後に、小指球をつけるため、右足と左足を回転させます。小指球が球についたまま、超クッションレールにボックスライナーを擦りながら、沿うようにストロークします。ここ大事です。この時は左手ブリッジは使わないようにします。レールの上にでも置いて OK です。左手は添えると微妙な、右肘関節の動きがわかりにくくなります。右手のストロークだけで、後ろから前に出すようにします。バックストロークはしないでください。小指球を使いながらボックスライナーを使ってみてほしいのです。要するにつく際に、ほとんどの方は小指球を使うからなのです。簡単に言えば大概の人は握り込むのが普通なのです。2本指、3本指だけで構えていても、当たるときには握り込んでしまいがちになるのが、球を飛ばす秘訣でもあります。じゃあ、初めから終わりまで握り込んで、まっすぐ、つけたら、球は外れないのです。これが、イノポン流です。ストロークする 25cm 前から、フォロースルー 10cm の間、35cm 間の間は、球がしっかり、小指球についたままの形で、つければ球が安定します。ボックスライナーを使って、違和感があるのなら、その違和感がなくなる角度がまっすぐつける。あなたの腕の向きになります。もちろん、右足は突っ張った形が、一番、固定されたストロークになります。しかし、台の高さは変わるので、高い台ならいいのですが、低い台では右足も曲げないといけないのですが、大事なことは右足が曲がっていても、土台である重心が前に行ってはいけないのです。前に行くと、ボックスライナーが少し右向きにストロークしがちになるのです。これでは大事なストロークの軌道が変わるので、高さに応じて右足は曲げますが、重心の位置は変わらないようにしないと安定しないのです。例として足を曲げてやっているイノポンで約 1cm ほどボックスライナーの軌道が歪みますので、その時の重心が少しだけ前かがみになっています。悪い例としての見本です。フォームが決まってからの前かがみ禁止と言いたいほどです。右足の膝の曲げ具合がストロークに反映されるので、膝は曲げても体は前に行ってはいけないのです。ここが重大なポイントです。自分では気がつきにくいので、注意です。これで低い台の対応もできるわけなのです。まっすぐつける。つく瞬間まで綺麗なストロークができ、ついた時にいかに綺麗に球を出し、フィニッシュができるかということが必要になります。これからいろんなネクストも取りに行く際に重要な課題なのです。次回では構える場所についてお話をしないと順序が進まないので先に当て前についてのお話をします。イノポンのイノ三振についてお話しします。時間があればお話できなかった一石二鳥のお話。低いフォームができる腰の使い方。入る順番、絶対値については、イノポンはどういうフォームで入っているのかをお話ししていきます。大事な順番のお話もしていきますので、よろしくお願いします。今日のお話がためになったという方は、
チャンネル登録、いいね、お願いします。まだまだ玉を知っていただくために、いろんなコツをお話ししていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。